ちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。これまで実用書道の基本点画のシリーズとして、横画の書き方、縦画の書き方、点の書き方を解説してきましたけれども、今回は点節の書き方をご紹介します。今回もこちら症状の書き方の72ページ、73ページの内容を元にしています。で、漢字っていうのは縦画、横画、払い、羽などで構成されていますけれども、それらの画をつなげる部分を点節と言ってますよね。で、分かりやすく言うと、俺のことです。で、今回はそんな俺、点節の代表的な5つのバリエーションをご紹介していきたいなと思います。横画から縦画、横画から左払い、縦画から横画、斜角から斜角、斜角から抜き払う。この5パターンを解説をしていきたいなと思います。はい、1つ目、横画から縦画。こういうことですね。一番基本的な点節と言えますね。はい、まずは横画と縦画の組み合わせと考えます。だから点節の時横画が来ました。で、縦に折れる時にここね、筆一回入れ直すつもりです。縦画はここからスタートするつもりで点節するといいかなと思います。それをね、意識しないで書くとどうなるかっていうと、こう来て、そのまんまこう来ちゃうと、緩くなりますよね。これそこそこ形になっちゃってますけど、きっちり入れるんであれば入れ直すつもりだと思ってください。では作例いってみます。はい、2つ目が横画から左払いで、これは横画からこういうやつですね。この部分、この点節です。で、横画から左払いの点節は先ほどやった横画から縦画とちょっと違うんですね、筆の動きが。横来ました。そしたら少しね、内側に筆を入れ込むんですね。ちょっとボールペンで書きづらいんですけど、少しグッと筆を入れて、そこから左払いに持ってきます。で、それをやらないとどうなるかっていうと、先ほどと同じように横から縦みたいなことをやると、こういう風に、これでもいいんだけど、ちょっと緩くなっちゃうんですよね。で、これシャープに見せるためには、来たら少しグッと筆をこっち側に押します。左側に。で、行くとこういうちょっとシャープな線になります。これでもいいんですけどね。これはこれで字によってってことになりますけれども、基本的には内側に入れ込むと思ってください。では作例いってみます。はい、続きまして今度ね、縦画から横画の点節です。で、これはね、縦画を少し反るようにして、こうですね、反るようにして少し左が巻くようにして
こういうやつです。ここ縦角反るようにしてから、左側で巻くというかね、穂先を少し戻すんですけれども、穂先を戻してから同じようにちょっと反ってますよね。縦きました。ここで穂先を少し戻します。こういうこと。こう来たら少し戻す。そしてこう右に沿っていくとこの形になります。次に、斜角から斜角なんですけれども、これは要はくの字ですね。こういってこうで、やってることはね、さっきの縦から横と非常に似てます。というのも、さっきは縦から横なんですけど、これは斜めに来ました。で、ここで穂先を少し戻します。ちょっと穂先の先がね、寝てるのを立てます。ほんで、横ではなくて斜め下に向かう。で、先ほどの縦横と一緒で反るような線になってますよね。これが斜角から斜角になります。では作例いきます。最後5つ目なんですけれども、斜角から抜き払うっていう、転接になります。斜角からこっから抜き払うとこっち、羽みたいな感じなんですけども、この転接です。でこれもね難しく考えない方がよくて、来ますよね、斜めに。でここで止まります。で止まったらそのまんま斜めに行きます。でよく見かけるのがこういう入れ方。これは一つの書風としてもすごくいい書き方なんですけども、実用書道においてはこれ二角に取られる可能性があるんですね。そうすると誤字扱いになってしまう可能性があるので、実用書道では僕は使わない方がいいと思います。普通の書道とか普段書く分には全然構わないとは思いますけれどもね、かっこいいし。なので、普段は無難に来たらそのまんまターンと思っていてください。では作例いってみます。はい。ということで、今回は、転接について解説をしていきました。横から縦、横から左払い。で、縦から横。で、斜角、斜角。そして斜角から最後抜き払うみたいな。で、これら、5つのバリエーションを解説してきたんですけれども、
微妙な差だったりもするんですよね。難しく感じることもあるかもしれないんですけれども、筆の上下運動を意識していただいて繰り返し練習してみてください。それではご視聴ありがとうございました。